琵琶湖一周ドライブをしています。安土城跡を出発して次の目的地は米原にしようと思います。米原方面に向かうために琵琶湖近くの道の方まで行こうとは思うんですけども、その前に寄るところがありますので、そちらの方に向かっていきます。旅のお供に欠かせないものとして消毒液がですね、必須アイテムになってきています。仕事からというのもあるんですけども、何か終わるたびに手を消毒しないとですね、なんだか落ち着かないみたいな感じになってきてしまっていて、潔癖かお前はみたいな感じに思われるかもしれないんですけど、それに近いような感じなのかもしれませんけど、そこまで潔癖じゃないんですけどね。でもちょっとね、このコロナ禍なので、なるべく対策はしといてですね、そして楽しみたいというのがありますので、消毒はちょっと欠かさずするようにはしてるんですけども、今日は消毒液を忘れてしまったので、とりあえずですね、薬局の方に消毒液を買いに行ってからこの先進んでいこうと思います。テピカジェル買ってきました。消毒液を忘れちゃっても、これがないとね、ちょっと不安なんでね。左手に西の湖が見えています。来た道を戻っていってですね、そして琵琶湖の湖岸道路ですね、さざ波街道ですね、の方に戻っていきます。しばらく走ってきて琵琶湖そばの道までやってきました。琵琶湖沿いの道を北に向かっていきます。彦根方面ですよね。米原の先、長浜の方に向かって走っていきます。長浜の方にチェックポイント1箇所作ってまして、そこが鉄道スクエアという鉄道博物館ですね。乗り物好きということもあって、車ももちろん好きなんですけども、鉄道もすごく好きなんですよね。ですので次のチェックポイントはですね、鉄道の博物館的なところにしました。このまま長浜まで一気に行こうと思います。琵琶湖のこの湖岸道路ですよね、さざ波街道は本当によく通る道なんですよね。高速道路を節約するときとかですね、北陸方面に抜けるときなんかによく使います。最近特に遠出をする機会が増えたので、なんか走り慣れた道みたいな、そんな感じになってきました。信号も少なくてですね、すごく走りやすいんですよ。そして夜中だと交通量も少ないので、高速道路並みとは言わないですけども、でも本当にいい速度でですね、走ることができますので、琵琶湖沿いの道路はですね、すごく好きな道です。長浜の方までやってきました。ここまではですね、 iPhone ナビに頼りましてやってきました。 iPhone ナビに従って少し奥まったところに入ってきたらですね、もう目の前に長浜の鉄道博物館はありました。JR の長浜駅近くですねにあります鉄道ミュージアムに行ってみます。この長浜にある鉄道スクエアはですね、旧長浜駅舎ということになるんですけども、これがですね、現存する最古の駅舎ということになっています。明治13年に着工されてですね、2年後の明治15年11月に完成した駅舎です。1958年昭和33年10月にですね、現存する最古の駅舎として鉄道記念物に選ばれました。そして2005年ですね、平成17年滋賀県指定有形文化財に指定されています。この駅舎の中を歩いているとですね、その当時使われていたものそのものということで、その当時の雰囲気をですね、なんとなくですけども感じることができます。ワンボック式の信号機もこのように展示されています。そのほとんどを手動で動かす信号機ですね。昭和31年に起きた事故をきっかけに、現在の信号機に少しずつ入れ替わりですね。2005年を最後にこの信号機は JR 線上ではなくなったそうです。現在でも私鉄の一部では使われているそうです。そして展示されているのが ED70 型の電気機関車です。北陸本線の田村敦賀間がですね、電化されたのと同時に作られた日本初のですね、電気機関車ということになります。1975年、昭和50年まではこの電気機関車はですね、現役で走っていました。
運転台の横には灰皿ですよね。これ多分灰皿とかも設置されています。昔は客車にも灰皿あちらこちらに設置されていたんですけども、今はなくなりました。すごく懐かしく思いました。運転台後方にはモーターの機器などが見えています。 ED70 型の電気機関車の横にはですね、 D51 型の蒸気機関車が展示されています。通称のデゴイチですね。 SL の運転台はリアルで初めて見ましたけども、いろいろなレバーが並んでいてですね、これを操作するってすごいなという感じです。またですね、この画質の中に石炭を入れる作業とかですね、これを動かしていたってすごいなと思います。今でも一部区間で SL 乗ることができると思いますけど、改めてこうやって見るとですね、やっぱりこれを動かすのはすごいなと感心します。現在の長浜駅の駅舎も見ることができます。電車が通らないかなと思っていたんですけども、残念ながら通りませんでした。絶対高いやつ。駐車場の料金所は前高の低い車には本当に優しくない仕様になっているところが多くて、もう横付けしてもなかなかこれはお金を入れるの大変そうだなと思ったので、ちょっとわざと離してですね、もうドアを開けて一回車外に出てお金を払うことにしました。また琵琶湖そばの道に戻りまして、この先はですね、つづら尾崎展望台の方へと向かって走っていこうと思います。奥琵琶湖パークウェイですね、そちらの方へと向かっていきます。長浜を出てさざ波街道を北の方に向けて走っています。琵琶湖沿いの道はすごく気持ちいいんですけども、屋根は開けずにですね走っております。気温がやっぱりちょっと高めだと屋根開けると暑いんですよね。もうエアコンの快適さを覚えてしまうと屋根開けなくなってしまいますね。っていうか、暑い時期に屋根開けて走るのはですね、ちょっと修行に近いものもありますし、オープンの気持ちよさはあるんですけども、ちょっと暑さには勝てないなっていう最近の S6 ライフです。さざ波街道を北の方に走ってきまして、国道303号線と交差するところまでやってきました。本当はですね、琵琶湖方面行くなら左なんですけども、ガソリンを入れたいので、ここをちょっと右に曲がってガソリンを入れてからこの先に進んでいこうと思います。余裕を持ってガソリンを入れたらいいんですけど、残り2メモリぐらいになってですね、今回はここにガソリンスタンドがあるのを知ってたから余裕があったんですけども、ギリギリに入れるよりもちょっと余裕を持って入れた方がいいですけどね。なるべくギリギリまで使い切ってガソリンを入れたくなってしまいます。ガソリンを入れたので奥琵琶湖パークウェイの方を走っていこうと思います。右手には静ヶ岳リフトという場所があって、静ヶ岳に登ることができるんですけども、今回も行きたいなと思ってたんですけども、時間的に厳しいのでスルーしてきます。道の駅味釜の里が見えてきまして、ここでですねお昼ご飯にしようと思いましたので、道の駅味釜の里に寄って何か買おうか食べようかと思います。ここの前よく通るんですけど、実は寄るの初めてなんですよね。どんなものがあるか楽しみです。味釜の里にいてますけども、ご飯を買おうと思ったんですけど、残念ながら食堂がですね閉まってて、人少なかったら食べていこうかなと思ってたんですけど、もう仕方がないのでパンを買ってきました。もやらないです。塩パン、クリームパン、カレーパンです。味釜の里で簡単に食事を済ませましたので、ここからまたですね奥琵琶湖パークウェイの方を走ってつづら尾崎展望台へ向かうことにします。
琵琶湖の孤島の方から奥琵琶湖パークウェイの方に来ると、この辺りから左側に入るとくるっと回れるんですけども、ただ今崖崩れの影響でですね一方通行になっていますので、一度西の方まで抜けて西から東に回るルートじゃないと今は通行することができないので、西側からですねつづら尾崎展望台の方へ向かうことにします。奥琵琶湖パークウェイに向かって走っていますけど、この道はやっぱり好きですね。海蔵崎に向かう道ですね。ここから反対側西側に行く道なんですけども、そちらの方もですねかなりいい道なので、琵琶湖の北の方ですね、湖北の方の道は僕はすごく好きですね。ドライブするには最高です。この先の道からが奥琵琶湖パークウェイということになります。ここからですねどんどんと高度を上げていきまして、カーブが続く道ですよね。走るのにはさらに気持ちいい道となっていきます。琵琶湖沿いの道を普通に走るのも楽しいんですけど、こういう道に来るとやっぱり S63 の楽しさが爆発してきますよね。カーブを一つ抜けていくたびにですね、この曲がっていく気持ちよさを感じながらですね山を登っていくっていうのがもう最高に気持ちいいんですよね。こういう道を走っていると特に S63 に乗るのをですねやめられなくなってしまうなと思います。つづら尾崎展望台までやってきました。ここで少し休憩しようと思います。もう平日の夕方ぐらいになるので、そんなに車が多いということもなく、駐車場はですねもうガラガラ状態でした。こんなにガラガラでも車を止めるのは車の少ない端っこの方に止めてしまいます。つづら尾崎展望台にはお店があったりとか、恋人の聖地ってやつですねがあったりするんですけども、ここから琵琶湖の景色を眺めるだけでもですねすごく癒されます。僕はここから見る琵琶湖の景色が結構好きです。元来た道を戻る方はですね帰るというか琵琶湖の西の方に行くには早いんですけども、それでは面白くないというか、この道を走りたかったので奥琵琶湖パークウェイの東側の道を走ってですねぐるっと回ることにします。先ほども言ってました通り、崖崩れの影響で奥琵琶湖パークウェイの東側の道は一方通行になっています。対向車が来ることがないというふうになっていますので、西側とはまた違った感覚で運転することができると思います。ところどころ琵琶湖を眺めれるポイントがあるようです。僕は知らなかったのでスルーしてしまいました。この道はもともと一方通行じゃなかったと思うので、道幅がすごく広いんですよね。ですのでめちゃくちゃ走りやすいです。そして道が下りの上で道幅が広いので本当に走りやすくてめちゃくちゃ楽しい道です。もう走ってるだけでですねこの道本当にテンションが上がってきます。カーブもですねそれほど深くなく気持ちいいカーブが続いていくので、ドライブするのには最高ですよね。奥琵琶湖パークウェイこっちの方を走るの初めてでしたけど、こっちは来てよかったなと思いました。ちょっときつめのカーブでもですね左側すっごい空いてるので、思ってる以上に余裕を持って曲がることができるんですよね。ただところどころに書いてあるんですけども逆走車に注意という看板がですねあります。昔はこの道は一方通行じゃなかったということもありますので、昔しか知らなかった人が間違って上がってくるっていうことがあるのかもしれないです。こんなところでですね対面から来られたらたまったもんじゃありませんので、速度の出しすぎには本当に注意です。気持ちよく走れる道ではあるんですけども、ゆっくり走らないといけないみたいな、そんな感じになってます。ただ
ただ走る気持ちよさももちろんですけども、ここから見える琵琶湖の絶景もすごい気持ちがいいものがありますので、景色を楽しみながらですね、のんびり走るというのがこの道の理想的な走り方だということになるのかもしれません。でもこの道は本当に気持ちがいいです。最高です。奥琵琶湖パークウェイの月出の出口までやってきました。ここを抜けたら一方通行は終わりです。奥琵琶湖パークウェイの東側を走り切るとですね、先ほどいてた味釜ですよね、道の駅味釜の里のすぐ近くに戻ってきて、国道303号線の方に出ますので、これを左に曲がっていくと琵琶湖の湖西の方に抜けることができます。つづら尾崎展望台までは順調に琵琶湖一周をできていたんですけども、ちょうどつづら尾崎展望台を出たあたりからですね、頭痛がし始めて、僕はちょっと持病で頭痛持ちなんですけど、そこからひどい頭痛に見舞われてきてですね、もう琵琶湖一周どころじゃなくなってきたのでですね、家に帰ることにしました。やっぱりこれまでも何回も琵琶湖一周しようと思っていろいろやってきましたけども、どうしても一周することが難しいようですね。で、観光しながらですね、琵琶湖一周をしてるとやっぱり時間もかなりかかりますし、ただただぐるっと回るだけとは違うなというふうに思いますので、また分けてですね、今度は琵琶湖の西側ですよねを観光しながらとかですね、琵琶湖の東側でもまだ行けてないところとかもありますので、また違うところを回りながらですね、琵琶湖の周りをブラブラとしてみようと思いました。琵琶湖一周ドライブ達成しようと思いましたけども、残念ながら失敗して家に帰ることにしました。ということで今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。